これねじりのりという送り方です。はい、行きましょ今駐車場に車止めたんだけど、う。うん。気持ち坂を登るですよ。こっからまあまあ長そうやね。そうなんだよね。しかもこの暑い日うん。なかなかきついですね。そうやな。日差しがなんかうわーってくるからもうすごい大変。ただ駐車場は無料やしさ、それはすごい助かるんやけど、そうだね。なんか朝の9時半から、今の時期だと夕方の4時半までは、駐車場使えるみたい。じゃあ、助かる。助かるね。ほんでなんやガイドとかやってんねんな。そうみたい。なんか無料のガイドがあるみたいなんだよね。無料なんや。本日ご案内いただきます中村さんです。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。もう放題のことは何でもお任せあれなので、いろいろ習いながら行ってみたいと思います。はい。でこの石からこちら側が明治時代のコンクリート。今明治時代のコンクリート。明治を踏んでる今。明治は踏んでる。うちのばあちゃん。30年前のコンクリートで。へえ。今のコンクリートって鉄筋コンクリートって金が入ってるんですけど、これ入ってる。その代わりに砂利を入れて強度を増す。ちなみに自衛隊はいつ頃まで使ってたんですか？60年代、2013年ぐらい。割と最近なんですね。そこで返してもらって、で文化財として作る。じゃあ10年ぐらい前まではもうまだ使ってたんですね。へえ。意外とね、このアングル写真とかほんまかっこいい。いい感じですね。この長さの石が今度奥に入ってて、これが2、3段になってるので、この壁自体は自立します。だからヨーロッパのお城みたいな。なるほどな。日本のお城ってこういうふうになってる。はいはいはい、確かに。だけどこれはこの石だけで積んであるので、ちょっと垂直な形に。なるほど。境界側はお向かいの鋸山、千葉県の鋸山から持ってきたものじゃないかと。つながった。つながった。そうだね。行ったんですよ。行ってきたのね。そう。それでどこにこの石が使われてたんだろうねって言いながら旅してて、ここだったんだ。ここも使われてる。で、ヨガなんて崩れやすいのでこうやって今こうやって補修してますけど、こうなんですけど、向こう方全然崩れてない。ほんまや。こっちめっちゃ綺麗。もう一番上綺麗ですよね。これ一番上安山岩っていう石なんですね。石が違うんですね。安山岩って硬いんですよ。で、江戸城なんかで使われてる伊豆石、おそらく真鶴か伊豆の方の石を持ってきたんだろうと。なんでこっち側だけその硬い石使ったのかというと、あそこの2階に小さな入り口がありますよね。ありますね。おそらくあそこが小銃の弾薬庫だったんじゃないかと言われているので、この通路を確保するのにこちら崩れちゃいけないので安山岩使ったんじゃないか。ちなみに大砲これから見に行きますけど、こう大砲を置く周りのところも安山岩硬い石を使ってます。だから石を使い分けてるんですね。ここ狭い部屋があります。宮根の方が入ってみる。狭い。どれだけ狭いかわかる？これは狭いのか康介さんがでかいのか。しかも一番奥にちゃんと空気口これもある。なんかこれぐらいです138キロじゃあ130キロあるから130キロの男性はちょうどです。ぴったりですすごい。弾薬庫。弾薬庫っての真ん中にあってダメージ受けたりとかなので暗いんですけど、先ほどランプを使うって言いましたよね。ここ早く置いてあるので火の方が飛ぶといけないので、ここに厚いガラスの板を置いて向こう側にランプを置くためだけの方。そういうで、灯室という名前がついてます。
明かりだけなんですね。そうなんですよ。そのランプを置くためだけではないやつなんです。で、そうか鏡を作ることによって換気もあるので、ランプも消えたりとかしないっていうことですよね。あ、だからかけて2発も作ったんです。そうです、そうです。電気じゃないからね。で、ここ石入ってるのはデザインじゃなくて、この開口部をレンガだけで上からの支えられるんですので、ここに石を入れて補強しているそうです。へちょっと光がね、広がるようにできてるそうです。すごで、今ここからずっとこう歩いて、ここの部屋入って、ここまで。はい。実は、ここのエリアが文化財の指定を受けてて、この周り、ここから先はもう民間の観光農園さんになってます。い。あ、そうなんですね。なんでここまでかっていうと、自衛隊さんが使ってたのが、ここだけだと。なるほど。一つ珍しいのが、斜めにレンガがほんまや。すごいありますよ。斜め。急にここの境がね。そうそうそう。これねじりの送り方です。京都のインフラインとか行ったことありますか？ないです。ないですか？は琵琶湖の水を京都まで行くのにわざわざ水を引く疎水を作ってるんですけど、そこの下にねじりマントの通りというのをしてこうやって斜めに積んでるんですね。これなんでここの関西の方では意外とあるそうなんですが、関東の忙しくて千葉崎は3カ所あって、あそこ1カ所ともう1カ所ここにあるんですよ。通路に対して開口部が斜めにこういうつい方したんですけど、斜めになってるので、こうやってつまないとレトロに強度が耐えられる。なるほど、なるほど。なるほどですね。重さに耐えられる。それをこういうキャッチしないといけないから。すごいこの技術力はすごいですね。難しい。ねじりねじりマンポ。マンポ。マンポっていうのは小さな佐賀弁だか京都弁だか違う。もうこれ今の確認しないととんでもないことを言ってしまいそうだったから。こんなことでも言ってしまいそうや。そうそうそう。こう聞き返すのもはばかられる。そうそう。すごい。ここから弾薬が運ばれると。持ち上げられてきて、それで上を見るとこのままグッとレールがあって、その弾薬をこっち側にぐるっと持ってギーって持ってくるんや。で、壁の穴を見てもらうと、ここの上にずっと鉄のレールがあったそうなんです。ほで、そこの上を玉が移動するというようななるほどね。形で、そのまんま工程に持っていきます。へようなことだそうですね。おお、すごい。で、ここ深さが6メートルあります。ほう。上から。上から6メートル。はいはいここの山は標高65メートル。65メートルここは6メートル掘りなさいっていうのができるんですよ。ほう。さっき言ったように、油断を高く上げてはい。打つので、はあ別に深さがあっても全然いいのと、あと、船に乗ってる大砲ってはい。基本船を沈没させるのにこう横にしか飛ばないんですね。というはことはいくらとこちら側に逆襲されてもダメージが少ないだろうということで、この6メートルのなさっていうのは陸軍の。なるほど。防御のためなんですね。ちなみに、その場合、変な話、どこに船があるか、ここからだと分かんないじゃないですか。だからどうやって言ってましたよね。なんか2箇所あるって。管制塔みたいな。 2箇所あるけど、でもどうやって伝えるの？そうそう。確かに。穴開いてるの見えます？あ、見えます。そしたらもうちょっとこっちに観測所は高いところにあったりしないの？あ、本当だ。あそこにも穴。本当覗く？あ、すごい。これちょっと覗いて。はいなるほど。すごい。船は上下ありますね。こういうやつですよね。真鍮で昔はできたりしたやつ。あれです。このぐらいの声すごっ。すごい性能です。で、これは今見ていただいたのはここからここまで。はい。で、まあこれはこう来たんです。向こうはここからこの外にある観測所までつながってる。ただ今もう民間の土地になっちゃったので、あそこは残念ながらつながってはいないんですけど、今こうつながってる。それでなんか
何度とか、そうですなんかそういうのでやってた。何でも時何時何分で打てという指示を。でもどうやってんですかね、観測所も自分が見える位置にいたら敵からも見えちゃいますもんね。観測所ってイメージこう建物のイメージだと思うんですけど、はいはいそうじゃなくて本当に低いこう屋根でこの間から観測機がしてあ、もうゲリラみたいな。鉄の大きな蓋みたいな屋根なんですよ。へえ。だから2箇所あってこれから上行きますけどこことこの外この2箇所あって、はい。で両方でそのすぐ下に計算室があってしかも電卓ない時代で、もう計算機かなんかで計算させて作ってすごい。いや、だからここ、その歴史が興味ある人っていうのも来ておすすめだし、あと、その風景とか、この辺のなんか自然を感じるにも、すごくおすすめなので、来てみたらいいですかね。そうやね。で、何より、こうやって、観光ガイドの方が、いやもうでもね、本当親切に分かりやすくね、教えていただけるから、だから面白いっすよ。いや、本当に、なんかこれを自分たちだけで回ってたら、きっと分からなかった。分からんと思う。ただ、一つ、ご案内したいのは、うちのチャンネルは、海外から見てくれてる視聴者もいっぱいいらっしゃるけど、残念ながら、外国語を、ベラベラに喋れるっていうガイドさんは今のところいらっしゃらないんだって。だから、そういったことを考えると、例えば翻訳機を持ってくるとか、あとは英語の、冊子みたいのはご用意されているから、それをもらって自分で歩いて回るとか、そういった部分は、ボランティアの皆さんが支えている観光地ではなく、歴史的資産の場所なので、皆さんそこはご理解の上、ぜひ楽しんでください。そうだね。日本人はもう平気で遊びに来てください。はい。めっちゃ面白いです。日本人は絶対来た方がいいし、ガイドさんにお願いした方がいい。はい。土日しか土日のみだそうです。はい。はい。じゃあ、ぜひ皆さん、ここに来てみてね。